こんにちは、オールドマックスです。今日は本当にあったハーレーの怖いお話ということをちょっと撮ってみたいと思ってます。この動画では少し痛そうな表現とかを含みますので、あまり苦手な方は気をつけていただいてただグロテスクな画像が出たりとかはありませんので、ご安心してご覧ください。今まで経験した乗ったり整備で怖かった話を、昔自身が経験したハプニング、怖いこと話します。わかりました。じゃあ3話ずつ合計6話ということでお話ししていきたいと思います。第1話ブレーキの巻。よくハーレーでこのスプリンガーのドラムはよく定番であるんですけど、トルクロッドのここが、ボルトナットで止まってるんですけど、これがやっぱり整備不良も含めて緩んで外れて走行中に、そうするともうこのドラムがぐるんって回っちゃうんで、もう本当にワイヤーがぐるぐる巻きついてロックしてで転んだ話っていうのは何回か聞いたことがあります。しかも巻いてるからブレーキは引く方向ですよね。こうやってどんどんギューンってしまって、フロントタイヤのロックはやっぱりちょっとリアとは違って危ないことになりそうですね。ちょっと転ぶしかないみたいなね。転んだっていうのを多分聞いて、これを回避するにはどんなようなことを？回避するにはやっぱりとにかく点検と、いきなり緩むっていうか、多分ガタが出てくるんで、乗っててちょっといつもと違うなと思ったら本当にとにかく点検が大事ってことで、じゃあ自身でもし詳しくない方でも気にできるとしたらガタ、そうだねガタと気をつけてもらいたい。ブレーキで関して言えば、よくやっぱりこういうロッド引きのブレーキで、これもこの R ピンっていう、このクレビスを普通よく割りピンで止めるんですけど、よくこう R ピンみたいな力のかいかるかな、このワンタッチで止まるクリップで止めとる人もおるんだけど、いやよっぽど外れることはないんだけど、なんかほんと飛び石とかで外れる可能性があるんで、やっぱりブレーキだけにその可能性も本当はゼロにしたいんで、なるべくなら割りピンにしといた方が。今乗ってるバイクでそういう箇所で R ピンなのか割りピンなのか自分で一回見直す機会を設けてもいいかもしれないですね。大丈夫っていう人もおるけど、本当に正直やっぱり外れてスカってきた人は何人かいるんで、本当危ないタイミングでスカッといっちゃったらまずいですね。今言ってた R ピンっていうのはワンタッチであれですよね、つけるも外すも楽ですよね、これの方が。危ないよって言うとあれですけどまた韓国 YouTuber のやつをやってますやりたくてしょうがないこれよりも割りピンの方が確実、実際外すに大変なぐらいですから外れにくいってことですよね。その割りピンも割りピンは1回で大体交換、これは再利用みたいなね利点はあるって感じ。結構テストランなんかで調整がいるときはうちも R ピンで走って、最後出荷するときに割りピンに入るっていうのが多いんだけど、よかったら皆さんもちょっと自分の車両点検してみてください。第2話スタンドの巻。この車両ではないんですけど、昔20年近く前に実際にあった話なんですけど、自宅でハーレーを、またいで向きを変えて止まったところでスタンドを出そうと思った時に、デニムの裾をこのスタンドに知らない間に引っ掛けて、こう滑って裾へ引っ掛けてこういうふうになった時に、もう車体をもう斜めにもう出したつもりになって斜めになって
った時にスタンドはまだ出てないけど、はい、自分の足に車体がこうして乗って、これでぐーっと乗って、本当にやっちゃうな今ならないようにでこうそのまんま車体が倒れて、はい、左に倒れてでこうなってこうなったんですよこれ乗ってる状態、車体はこれで倒れてるんですね、でもう自分の足がバキバキって音がしてうわもう抜けない、はい、でも辺り誰もいない、はい、もう困ったってなって、もうしょうがないからもう痛みこらえてぐーっと抜いた。で医者へ行ったら複雑骨折してましたそれでバイクに2月3月乗れなかった時があります。ですんでスタンドは、はい、こういうリジットで車高の低いバイクは出す時、はい、足だけじゃなく手で出すとか、はい、極端な話その方が得策。さっき説明の中であったちゃんとスタンドがポンと出てから寝かしてれば多分良かったんですけど、慣れでこうもう出しながらポンってバイクを寝かすみたいな一連の動作に多分乗ってる方はみんななってると思うんで、そのあれですよね、癖というか。やっぱり舐めてはいけないのはやっぱハーレーいくらストリップして軽くしても200キロ以上ありますので、で下にね重量があるからもろ足に乗ったら、はい、もうほんとひとたまりもないですね。ほとんどのスタンドはこういうロックの機構といえばいいですかがあるから、ちゃんと入ったことをそうですね確認して、こう確認すればもう前に出たりもしないっていうことで、じゃあちょっとボスの実体験のこの話をもとに怖いと思った方は気をつけてください。第3話ぼや騒ぎの巻ぼや騒ぎといってもそんな大げさじゃないんですけど、ハーレーの古いリンカートのキャブレター、はい、これ正直始動の時にチョークシャッターオフにして、はい、カラーキックさせるとやっぱりオーバーフローさせて多少ガソリンが出るぐらい濃い状態で吸わせてキックすることが多いんですけど、やっぱり何かの拍子でその外に出たガソリンに引火することがあって、この辺でパッとついたもんならすぐ消えるんですけど、はい、本当あれ紙一重で何かの拍子でやっぱり燃え上がる場合があって、炎になっちゃうんですね。過去もこの何十年で3回ぐらいやっぱり消火器使ったこともあるし、3回もあるんですねお客さんなんかもやっぱり自宅のガレージで燃やしたっていう人も話は聞いてるんで、それは対処策っていうかそうならないためにはでいいんですか？どうしたらいいですか？キックでのかかりをマスターして、すぐかけれれば一番いいんだけど、やっぱりかからんで、ちょっと向きになってもうガソリンがついとんのに向きになって蹴ってると、なり得るっていう。くれすぎちゃうってことですね。実際昔のナックルなんかだとオプションで消火器みたいなものもあったぐらいなんで、多分みんなやってきたことだと思うんで。そうなんです。それは初めて聞きました。それ火がついちゃった時にクマさんの場合は消火器が近くにあったんでそれを使ったと思うんですけど、結構そのキャブの辺にガソリンに火がついちゃった時っていうのはそのフッって息をかけるとかもうそういうレベルじゃない状態になっちゃってるんです。いやでも最初の小さい頻度はやっぱり、もう手持ってったり吹いたりはするんだけど、本当にちょっと本当紙一重で大きくなった時がもう消火器レベルなんです、でもそっから正直消火器取り行くっていうこともなかなか多分できないんで工場なんかはなるべくなんていうのスプレー式の消火器を結構近くに置いて最初エンジン始動とかはやるようにはしてるんだけど、じゃあキャブの方式にもよるんでしょうけど、火がそういうつきやすい構造のものとかの方はガレージに1本スプレー式の消火器だったらそんな高くないですし、あとあれ前ね火を消すシート、防火シートかぶせるみたいな、そういうのもじゃあ売ってるっていうことで、侮らない方が、ガレージなんか家に付属されてる方も多いと思うんで本当に火事になっちゃわないようにですね、ついちゃった時にちゃんと対処できるように準備しておくっていうのも防止策の一つですねわかりました。第4話
ガソリン浸しの薪この車両ではないんですけど、昔自宅のガレージで作業してる時にあったんですけど、ちょうどこのセパレート式のタンクで燃料がそこそこ入っていて、例えばこのホースのところに燃料フィルターを挟んであった車両があって、はい、それを抜いて何かやろうと思ったんです、はい、燃料フィルターが固着してたから、はい、ホースをとりあえず切って、はい、またこうつなごうと思って、で切るまでのことしか考えてなくて、切って出てきたところをまず指で塞いでたんですけど、はい、止めるものが何もあたりに用意してないことに気づいて、はい、どこもこう行けなくなってしまって、はい、誰もいないもんですから、とりあえずちょっとこう自分の中でシミュレーションをして、はい、あっちへ行ってあれを持ってきてここへ線をして止めればいいなとか、はい、いろいろこう考えて、短い方を選んでとりあえず走ったんですね、そっちに。はい、それで持ってきたものを刺そうと思ったら、はい、それがちょっと太くて誤算で入らなくて、また振り出しに戻ったんですね。こうまた指で押さえてますね。指で押さえて、はい、で次はと思ってあれして、それ12回繰り返したんですけど、はい、もうあたりはもうガソリンがびしょびしょそれでもうタバコは吸わない時期だもんですから、はい、そんな時にね火の気があれば爆発、はい、危ないですね。危ないですね。要は準備を先にしなさいっていうことですね。なんかここまでは痛みを伴ったり火災の危険だったりだいぶ怖い話が続いてたんですけど、ちょっとカメラマン的にはあんまり怖さが伝わってこないというかただちょっと慌てるボス想像してみんな面白いみたいな話になっちゃってますけど、でもさっきと同じように火災の話にはね、やっぱりガソリンは怖いよね。静電気でついたことはないけど、本当に可能性がねあるんで、こんな一面あったらちょっと怖い。滑っちゃってね、これそれもまた面白い話になっちゃったちゃんと後のことを準備してホースは抜きましょうっていうことで。第5話、オープンベルトの巻。よくハーレー、うちのバイクもほとんどそうなんですけど、やっぱりオープンベルトで、はい、整備性と、見た目のかっこよさで、つける人が多いんですけど、どう見ても危険な構造で、はい、さっき言ったスタンド、確かに出す時に下手に足でやるより手でやった方が本当に確実なんだけど、やっぱり何かあると手持ってかれるし、はい、自分も一回昔足をここで、はい、ベルトとプーリの間に入ったことがあって、このやっぱり出そうとして何か表してこれはもうちょい小さいタイプで、はい、ここにガッと入ってエンジンかかったまんまやってたんで、はい、ロックして、でもその時どうだったのかな、やっぱりスタンドが出てなくて、はい、ここで止まってこの状態で踏ん張った記憶があるエンジン止めた。エンジンは自然に止まったロックして。あとは聞いた話だと、やっぱりこの辺になんか携帯電話をこうアイドリングでエンジンかかってて、携帯電話を落として、はい、それを拾おうとしてこっち回りなんで、ここに多分指挟んで、多分指を飛ばした人がそういう話を聞いたことがあります。ちょっと怖いですね、本当に巻き込まれたら、だから指が飛んじゃうぐらいのやっぱりギアになってますしね、そこ。いやちょっとゾッとしますね。常にやっぱそこが巻き込まれる場所だっていうことを意識し続けないと、裾とかだってもちろん入っちゃいますね。裾ぐらいだと結構入ってもぐるんと回って出てきて結構何事もなく乗っとる人はいるんだけど、何にせよさっきのボスのスタンドの話もそうですけど、裾はあんま開いてないには越したことなさそうな感じですねズボン選びにはいやちょっと怖いですね。じゃあラストの怖い話いきましょうか。第6話、ナックルヒルクライムの巻。ストックのオリジナルのナックルを乗っていた時に、はい、普
通こうリンカーとキャブはアクセルを開くと、はい、リンカーと思ってるっていうこれをはいこう押すんですね。はい、押すと開く、はい、この原理なんですよ。いわゆる普通アクセルのワイヤーと言われるものは、まあよりが入った柔らかい、あれは押すじゃなく引くものですよね。でもこれはプッシュ式で押すっていう力だもんですから、ケーブルの代わりに中にこうピアノ線が入って、まあ硬い針金が入ってこれを押しているような原理になってるんですけど、外のアウターの押さえがこのフレームのところにあって、中の、ワイヤーだけがこれを動かすようになってるんですけど、そのフレームのところの固定する、まあ、マイナスネジと、まあ、こういうちょっとした金具があるんですけど、その金具が、まあ、緩んでいたのか、ハンドルをですね、エンジンかかってる状態でハンドルを右に切った時に、そのワイヤーをどうも押してしまったみたいで、アウターをギュッと押してしまったもんですから、これをぐっとこう開いてしまって、それで吹き上がってしまって、まあまたいでるもんですから、その時はクラッチをロッカークラッチをまあ切っていたわけですけど、U ターンして行こうと思った時で、大通りを右 U ターンして行こうと思った時にバーッと吹いてしまって、クラッチは切ってたんですけど、ちょっとこう縁石があった関係で両足をついたんですね、瞬間。そしたら吹き上がってるもんですから、振動でクラッチがつながってしまって、つながりだしたら結構クラッチってクッとクッてもうすごい力でこう走らせようとする力に変わって、縁石をきっかけにしてもう飛び上がって、宙に浮いて、歩道を挟んだ向こう側にパイプのガードレールがあって、そこに引っかかりました。バンバンって言って、それで、バイクは全然パイプは曲がってしまったんですけど、自分がバンとこうどこかで強打して、どこかこう胸のあたりを打撲した思い出があります。ナックルはピンピンしてたんですね。ナックルはもうそれから下ろすのが大変でしたけど、まあ、降りたら本当無傷で、次の日ツーリング行きました。やっぱまあ車体的には熊さんタフなんですね、やっぱり。車体はない。車体はまあ人間の問題がなかったからよ。それは今の話は運が良かったよね。運が良かったですね。どう考えても。どう考えても。なんか痛い話ばっかだねこれね。まあまあまあ気をつけるためには痛みを伴うことが多いですよね。ヒルクライムをハーレーでやってのけた話。ヒルクライムではないんですけど、ね、ガードレール、ポールクライムみたいな。それも何？整備不良。整備不良が元なことはどうしても多いから事前で気をつけようってことですよね。今日、痛い話？違う。本当にあった怖い話。本当にあった怖い話を6話お届けしましたが、まあ、とにかくやっぱり気をつけるっていうことですね。それにつきます。それで全てが多分なかったと思いますね。気をつけていれば。じゃあ皆さんも気をつけてください。今日の動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。オールドマックス。